皆様こんばんは。燃える火曜日 FESN Tuesday のお時間がやってまいりました。2020年6月2日火曜日、本日で第11回目。司会は私、沖縄県出身 FESN アシスタントディレクターの伊波重太が務めさせていただきます。さて、6月になりました。今月のリバイバル DVD 作品のリリースは皆様待望の大作4326です。2000年発表 FESL の4作目として前作東西南北より丸3年の制作期間を費やした前期 FESN 作品の集大成ともいえる作品のリリースです。今回の燃える火曜日 FESN Tuesday ではこの4326を特集いたします。スケートビデオとしては日本初映画館での試写会を開催し、スケートショップのみならず全国の CD ショップなどでもスケートビデオの取り扱いを開始された作品4326。また国産スケートビデオとして初めてオリジナルサウンドトラック CD も全国で発売し、音楽業界に初めてスケートビデオサウンドの名を知らしめた作品4326。それまでコンスタントに作品をリリースしてきた FESL がなぜ4326の制作に丸3年もかかったのか。今回は少年期にこの4326に多大な影響を受けたというスペシャルゲストをお迎えして当時のお話を伺いました。皆様どうぞ最後までご視聴ください。3、2、1。スケボーから影響は常に受けてて、ラップも音のリズム感みたいなのが俺の中で共通してて、俺が扱うのはロック、その間に入るブレス、視界渦巻くストレス、敵はシカとして狙う自己ベスト、頭文字5と見せかけた S、 常に何かを L ストリートマナーは A+。 スケボー始めたきっかけは、兄貴がハンピーって兄貴がいるんですけど、そいつが中3ぐらいかなでスケボーをやりだして、隣で一緒によく遊んでたんで影響を受けて小6ぐらいから始めて、そっからなんかいろんなカルチャーとかを掘るようになって、なんかそこにある音楽とかファッションとか世界が広がったみたいな。スケボービデオに使われてる音楽っていうのはめっちゃ掘って、そっから開いた道がもうめちゃくちゃありますね。スポットとかで知り合うそのスケーターのお兄さんたちからなんか当然のようにまず東西南北だとかお前知ってるみたいな感じでこうガキンチョの俺は言われて、どんどんこう知っていってみたいな。でそのタイミングで4326とかも出て、もうすぐ購入することができて、でこれスポットで俺この間見たライダーの人だみたいな感じで、なんかそういう日本のシーンをすごいなんだ一番生々しく知れる部分だったような気がしてるんですけど、4326音楽とかは自分の場合ヒップホップっていうのもあるんですけど、その日本のそういうアーティストのストリートというかアンダーグラウンドでやってる人たちの音楽とかを知るきっかけにもなったっていうのと、全部オリジナルな感じがして、4326作る時に曲は全曲オリジナルでやろうみたいなのがコンセプトにあったの。全部集めて知ってる人たちが作ってくれた曲っていうのを使いたくて、4326の裏テーマとしてはそのスケートボードと音楽を日本中くまなく探すみたいな、音楽家とスケーターを同じように探してビデオに入れたいっていうふうに思ってた。だからスケートボードと音楽っていうのは本当 50-50 で思ってた。福島のいわきってところで知り合ったリズムトゥループスっていう人たちがいて、俺はその前から90年代の中盤ぐらいからもうずっと DJ クラッシュさんに音楽めちゃくちゃ影響を受けてて、でその福島のいわきで知り合ったそのリズムトゥループスっていう人たちはクラッシュさんの覚醒ってアルバムでフューチャリングアーティストとして参加してるアーティストだったのね。そのリズムトゥループスの曲を多分5曲ぐらいの4326では使ってて、彼らはものすごいキーになってるね。四国にツアー行った時に知り合った人たちでキッチンベルトってバンドの人たちがいて、あの人たちねスケートショップで働いてた人なんだよ。たまたま CD もらって車で聴いたら、うわなんちゅうオルタナティブなバンドなんだろうみたいな感じで、うわすげえかっこいいと思って、そこもらった人に連絡して、あの曲使わせてくださいって言って、だから四国で香川で知り合った人たちの曲を沖縄で使ってんだよ。上原誠って沖縄のライダーの子も同じキッチンベルトの
まあ神戸は神戸のパートでトランサーってグループがスケートクルーの中のやつらが作ったんだけど、 DJ バクとか、バクはたまたまボスと俺が六本木で遊び行った時にそこでたまたま DJ やってて、で俺がサブウェイのビデオのオープニングで使ったリアルライブシットって曲を DJ 一番初めのタイミングでかけたのね。なんかその瞬間こいつだと思ったりとか。確か DJ バクはビート作ったことまだない時期なんだ。だから DJ バクの一番最初のリリースした曲は4326の Confused Intro っていうオープニングのトラックなの。やっぱスケーターって多ジャンルっていうか一個のジャンルしか聴かないってやつそんなに多くないと思うんですよ。なんか別にレゲエも聴けばパンクも聴くし、ハウス聴く時もあればヒップホップはまあもちろん聴くしみたいな。なんで物への入り口になったりはしてると思いますね。それでそういう違うジャンルに興味を持ってそこが開けていったりとか、似たようなものを探すことを始めたりとか、まあ、何よりそのブルーハーブとかすごい印象強いですね、やっぱり。リズムトゥループスからブルーハーブっていうアーティストがいるんだけど知ってますかって言われて、ブルーハーブのレコードを聴かせてもらってビビったね。点と地がひっくり返っちゃうみたいな、そのヒップホップってこういうことを言うんだみたいな。でそれがそのリリックのメッセージだったと思うんだ。言葉ってやっぱ威力あるからね、びっくりしたね。うわーなんだこれはみたいな、本当いても立ってもいられなくなったね、ブルーハーブは。だって俺4326作る前にねブルーハーブのライブビデオ作ってるからさ。ブルーハーブの曲だったと思うんですけど、エンドロールでドカンってこう一気にここでロックされるみたいな感じがあって、うわ聴いてみようって思ってアルバム買った記憶はありますね。これの中ではやっぱそこど真ん中でそこにいたキッズもいいとこっていうか、もうちびっこ寸前だったんで、もうもろに受けて新しいのできたから送るわって言って送られてきた CDR に時代は変わるって書いてあって聞いたの。それでエンディングが思い浮かんだんでもらったと思ったね。これでいけるって、ほんとパズルが全部綺麗に揃ったって感じした。でその後のフランシズ・レア・チーズって曲がキューガーデンズっていうギターの曲があるんだけど、あれは時代は変わるの曲の後に俺が入れたくて入れた曲で、まあだからもう最後の最後まで諦めないで選曲をやったね。だから時間かかったね。4年かかったもんね。3年半4年近くかかったのか。4326の撮影はマジで上がりすぎちゃってガッツポーズしちゃったまっすぐ行っちゃってドカーンっつって上半身裸でしょ。2月とかなんだよね。4326がなかったらこうやってここにいなかったかもしれない。毎度お知らせしております。リバイバル DVD の個人の皆様方の協賛の募集に関しまして4作目4326への協賛の募集は締め切らせていただきました。今作もたくさんのご協賛誠にありがとうございました。引き続き5作目ザ・ブートエッカーズ以降の作品への協賛を募集しております。ご協賛額は DVD1 作品につき税込み1万円です。ご協賛いただいた DVD ブックレットの裏表紙にスペシャルサンクスとしてお名前を掲載させていただきます。あなたの思い入れのある作品にぜひお名前を刻んでみてはいかがでしょうか。ご協賛のリターンとして監督の直筆の感謝状とともに DVD を発送させていただきます。ご協賛は FESL のネットショップにて受け付けておりますので、皆様のお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。次回6月16日火曜日の放送はいよいよ4326の制作秘話に迫ります。次回もご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。